はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？元気。よかったね。まあ、それでもね、もう柴崎もそうだけど、ねえ、特に柴崎みたいに年取るとね、今日はちょっと調子悪いなとかね、そういうこともありますね。人間だからね。まあ、それでも少しでも気持ちを明るくやっていきましょう。ちょっとお礼ちょっと申し上げたいんですね。ついこの間ですね、柴崎大阪のホルベインギャラリーで個展を行いました。そうしましたところ、本当にね、もう下はね、生まれたての赤ちゃんからもうお母さんが抱っこしてね、生まれるまで来たりね、それからもうでよちよち歩きのね、3歳4歳のお子さんからね、上は柴崎のさらに先輩の、ね、方まで本当にたくさんの方が、まあ、ざっと見たところ4,000名弱のあなたがね来てくれて、大盛況のうちに展覧会終了することができました。本当にありがとうございます。もう感謝に絶えません。もうおかげさまでね、柴崎も毎日ね、会場に行ったんですけども、もうたくさんのあなたにお会いできて、とっても有意義な日々でした。これを励みにね、柴崎もますます制作を続けていきたいと思ってます。とにかくありがとうございました。はい、さあその感謝の気持ちを、胸に持ちながら、今日はですね、テーマとしてこれですね。よいしょ。はいねえ、ペンテルのアートクレヨン16色セットを使って今日はですね、人物画を描いてみようと思います。さあどうなるかな。16色もあるのでね、この色数をできるだけ有効に生かして描きたいなと思ってますね。はい、では、ゆっくり見てくださいね。描き終わったらまたちょっとお知らせもありますので、はい、では行ってみましょう。さあ、それではやってみましょうね。はい、ペンテルのアートクレヨン16色セットですね。ではやってみましょう。はい、ですね、今日はですね、人物画ですね、若い女性の姿を描いてみようと思います。はい、いつものようにアートクレヨンをポキンと折ってですね、それを横に倒して、そのタッチを生かしながら色を塗っていきますね。こうすると、以前にも言いましたけども、なんていうかこうデッサンをしながら色を塗ると、そういう表現ですね。さまざまな要素の部分を広い色の面として捉えながら塗ることができます。そして、アートクレヨンは、今回は16色もありますので、今までのですね、8色のセットで混色で色を作っていたその手間が省けるんですね。直接こんな色が必要だなという色がもうすでに作られている、セットの中入ってると、あるいはセットの中にそれに近い色があるという状況になってますので、非常に仕事もしやすく早く描けるというわけですね。はい、でまたそのアートクレヨンのですね、この16色セットを柴崎がどういう色の順番でね、どうやって使っているかも見てほしいですね。またいつものことながらこのアートクレヨンの色の重ね方の容易さですね、
その楽しさ、それも一緒にこう味わっていただけると嬉しいです。さあ、だんだんねこうね色乗っかってきましたよ。はい、髪の毛、そして顔の部分ですね。もう一気に黒を塗ってしまいます。ほっぺのとこ赤くですよね。よくですね人物が描くとどうしてそこにそんな強い色を入れるんですかと、そういうご質問もありますけども、この暗いとこはぐっと暗くですね、赤いなと思ったらポンと赤くです。そうしながらだんだん中間の色に近づけていくということが大切ですね。こんな具合ですよ。どうでしょうか。はいね、もう顔といっても人間の肌、もうさまざまな色が見つかるんですよね。またそれを見つけて表現する、そういう楽しさがありますね。さあ、目と唇に色が入ってきましたので表情が出てきましたよ。ね、こうやってどんどん色を重ねていける、ね、明るい色の上に暗い色、もちろん暗い色の上に明るい色がさらに乗っかると、これがアートクレヨンのねもう素晴らしいところなんですね。まさに、ペンテルさんが苦労して作ってくださった大人のためのクレヨンと言い切ることができる画材ですよ。はい、お顔の日陰の面に反射の明るさが入りました。はい、今度は手の部分ですね。こんな色を重ねていきます。人物が描くときにもし手が画面の中にあるんであれば、お顔と同じぐらい表情豊かにこう表現することが大切ですね。そしてお洋服の部分です。ふっくらとした布地の膨らみとひだの具合を書き込んでいきますね。はい、ググッとタッチで書きましょうね。こう塗りすぎたりはみ出したりしたらこう削り取ってもいいんですよね。さあ、だんだん、どうでしょうか。色が乗ってきました。今描いてるとこは後ろのこの森の木々の葉っぱの色です。暗い髪の毛と暗い後ろの背景ですね。その対比の効果で白いお洋服と明るい顔の女性を浮き立たせてみたいと思ってます。はい。さあ、後ろの方オレンジなんか入りましたよ。なんだろうな、これは。こんな可愛いです。ねえ、ほら、色の重ねられ方がいいでしょう。でタッチを生かしてここに木の葉っぱを描きましょうね。はい、こうです。はい、どんどん重ねていきます。またこうやって一回塗ってから削り取って下の色を出せるのも面白いですよね。はい、こうですね。ほら、こんな色の重ね方です。ぐっと深くなったでしょ、調子がね。はい、空ですね。そしてタッチを生かして背景にある暗い木々の葉っぱを描きましょう。黒もいいですね。こうすると女性のこのお帽子や顔の形が明るく浮き立ってきます。はい、だんだんこう調子がね柔らかくなってきたでしょ。これだけ重なってきましたからね。アートクレヨン細かいところを描きにくいとおっしゃるんですけど、このクレヨンのねエッジの部分使ってみてくださいね。そうすると描くことができます。はい。
はい、唇あたりですね。唇もこう何色も入ってるでしょ。はい、髪の毛も色を入れましょう。さあ、だいぶもう仕上がりに近づいてきましたよ。拡大してみても色の変化がわかるかと思います。こうですね。はい、よいしょっとね。では後ろお帽子はこれ麦わら帽子にしますね。ここに光が当たって、鮮やかに黄色く輝くようにします。どんどん重ねましょう。はい、髪の毛のとこもね、こうやって色をちょっと変化つけましょうね。そしてお顔のこう一番明るく輝いているところですね。さあ、唇にも光を入れましたよ。どうかな。はい、ではいよいよお目目ですね。はい、黒で慎重に塗ってからこのくらいでいいかしら。目は本当に命を宿らせますね。カッターナイフで瞳に輝きをつけます。いきますよ。はい、さあどうかな。ではこれで、麦わら帽子の少女出来上がりです。はい、書き上げましたよ。どうだったかな。こうね、アートクレヨンもうこの色をねこう重ねるね、そして混ぜる、もう本当に楽しく自由にできる、もうその特徴はよくご存知だと思います。しかも今回16色もあるからね、もうあまりこう混色で中間色作らなくても済むんですよね。そういう意味でこう色数が多いというのはとても描きやすいっていうことにも通じますね。はい、楽しんでいただけたら柴崎も嬉しいです。ちょっとお知らせがありますね。今月なんですけど、2026年の5月の17日に、NHK 文化センター青山教室で、柴崎ね水彩画の講座を開催します。これはオンラインでも受講できます。はい、この講座のいいところはですね、まず画材が全部用意されているということですね。一つはね、はい、会場に来られる方は広い会場で柴崎と一緒にお絵かきできるし、オンラインで受講の方はオンラインで画面を見ながらですね、もう柴崎が描いてる様子をそのまま現地でっていうか会場教室で見るような感じでお勉強できます。また授業が終わった後もね、あれどうなってたかなとかね、あそこもう一回こう書き直してみたいなとかね思う時は見直し配信というのを見ることできるんですね。何回も繰り返し見て、今日の勉強のポイントはここなんだとかね、こういう筆使いでこういう水使いで書いたらいいんだなってことがよくわかりますね。ぜひ水彩画一緒に楽しんでみましょう。今回は紙の白を生かした水彩画の面白さ、こうですよ。こういうテーマでやります。はい、それとあと講座で言うと柴崎は月に1回、今日と同じねアートクレヨンですね、そのアートクレヨンを使った講座を開いてますね。これはペンテルさんの本社の中にある素晴らしいお教室なんですね。このお教室もあなたは手ぶらで来られて、そして絵を描いて持って帰ることができます。いずれの講座もね柴崎と一緒に描きますからね、ぜひ、お会いしてまた一緒に楽しみましょうね。はい、さあ今回もね、クレヨンを使ってね柴崎頑張ってみましたけども、これからもさまざまなテーマとそして作品挑戦してみたいと思います。はい、ぜひ、お付き合いくださいね。はい、今日も長い時間ね
最後までご覧くださって本当にありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。はい、どうぞお元気にね。はい、どうもありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。はい、柴崎でした。